ようやく10人でサマーヴィーナス真夏のアイドルを歌って踊ることができました。よかったね兄ちゃん、ありがとうございました。本そして本当に次が最後の曲になります。その前にこの全国ツアーを通じてメンバー一人一人が感じたこと、思ったことをお話しさせていただければと思います。野くんからお願いします。当にやっぱちょっと兄ちゃんの話になっちゃうんですけど、今回の練習でちょっと僕たちもやっぱ立ちファンとか練習するんですけど、兄ちゃんは立ちファンの振りとかもすごい覚えてきてくれてて、僕超この歌好きなんだよねみたいな、いつかやりたいんだよってすっごい言ってくれたりとか、もうそんなことばっかり聞いてて、練習でもう泣くに決まってるじゃないですか。このサマビは最後ラスト3回なんやとか、今のでこの10人が最初で最後で皆さんに見せることができるのかなとか思うと、やっぱきついっしょ、きついっしょ。もう中できつい言いながらでメロディーラインとかあったりとかきつかったね。きつかったんですけど兄ちゃんがいつもでも踊ってこれるような環境をですね、僕たちで作ってあげて、これからも夏のツアーとかね、アルバムとかいろいろ発表あったんで、娘はこれからも前に進んでいくと思います。ありがとうございました。じゃあなんかね、兄ちゃんとは娘になる前とかにもうすでにサッカーとかを一緒にやってる仲だったので、一緒に娘になって、でサッカーも好きで、ダンスも兄ちゃんうまくて、結構ねこうライバル視してるようなところがあったんですよ。ちょっと負けたくないなみたいなだけどなんかそうやってやっていく上で、やっぱ兄ちゃんも練習、さっきの子が言ってくれたけど、練習に来る時にちゃんと振りとかを覚えててくれたりとか、ここ好きなんだよねって自分のそのダンスのあれがなくてもなんかすごいここが良くてさとかって意見を言ってくれたりとかすごいしてくれてたんで、すごいやっぱり兄ちゃんの穴は大きいんだなっていうのはまた感じたけど、やっぱりさっきも兄ちゃんが言ってくれたみたいに中野に連れてってください。だからそういう兄ちゃんの意思をこうやってまた残りのメンバーで汲み取って、それでまたみんなで中野にこうやって800人、今日800人の人が集まってくれたから、またこのみんなとここのみんなと一緒に中野にすごい行けたらいいなと思うので、また、来月も再来月もその後も娘はどんどん活動をしていくので、また早めにね兄ちゃんと一緒に踊れるようにしていけたらなと思うので、ぜひぜひ皆さんも本当にこの仲間を一緒に応援していってください。本当に今年は年始からありがとうございました。もう大事なソロパートで泣いたよね。もうずっと辛くてね、こうやってね、今日はやっとね兄ちゃんを含めた10人でこうみんなの前でねたくさんいろんな曲を踊って踊れてね、すっごい良かったと思います。兄ちゃんにも娘のメンバーにも僕を本当にねここまで連れてきてくれたし、一緒にこれからも頑張っていきたいなって思える仲間だって本当に今日もう深く思いました。兄ちゃんがねやっぱりしばらくね会えなくなるのが寂しいけど、絶対に兄ちゃん絶対中野に連れて行くからね、頑張るからね。皆さん今日は本当にありがとうございました。
いやーいやーいやなんかね、兄ちゃんがいなくなると寂しいなって思うんだけど、今日兄ちゃんが活動休止するって言って泣いてくれるメンバーちゃんと野崎さんを除きそういうような時になんか例えばなんか今日僕が倒れたじゃないですか。そういう時とかになんかすぐそこの休憩スペースみたいなところでなんかみんな大丈夫って言ってくれたり、こうやって兄ちゃんのためになんかみんな泣いてくれたりしてくれてるじゃないですか。そういうのがなんかチーム力っていうか絆かなって思いました。兄ちゃん今までありがとうそしてこれからもよろしくありがとうございました。今回の、ツアーを通して、僕はちょっといろいろ就職のこととかいろいろあったりしてやっぱりみんなに迷惑かけたりとかしたんですけど、やっぱりそれでもみんなの笑顔とか見てやっぱまたやりたいなとか思ったりとかして、やっぱりお客さんみんな温かいなと思ったりで、あとやっぱ兄ちゃんなんだけど、やっぱり兄ちゃんもさっき言ってくれたようにその踊ってる最中とか一緒に顔を合わせて2人で笑顔でできたんだけど、ワンツースリーとか一緒に顔を合わせてこれが最後なんだって思うともう泣けてきて、もうまだ兄ちゃんはその休止するって言う前から泣きそうになっちゃってでもやっぱりそのワンツースリーとかやっぱり兄ちゃんがいないからまた一緒に踊りたいから、だからザ・プラザ絶対連れてくんで待っててください。ありがとうございました。僕たちって学業だったりとか仕事だったりとかしながら娘の活動をしているんですね。それはニコニコ動画のに投稿し始めたのがきっかけだったからというふうに集まったメンバーなんですけど、やっぱりそれってすごくスケジュール組んだり、特に僕らなんて本当に住んでるところがバラバラで、本当にその住んでるところだったりとかそのスケジュール合わせるのだったりとかすごく難しくて、で今回兄ちゃんがこういう決断をした理由っていうのもやっぱりそこの部分で生じた部分っていうのもあるし、でなおかつそれを僕たちもいわば学業だったりとか仕事をしているっていう立場だからこそ受け入れることができた、そういうふうに決断することのできた結果だったのかなと思いました。僕はすごくこの娘の10人で入れることっていうのがすごくこの兄ちゃんのその話があった時に僕あんま普段悩み事とかなくて2回の受け流す人間なんです。この問題だけは本当にもう毎晩すごい考えたりとかして、でもこういうことを娘メンバーでまたなんかスカイプとか次の日が仕事だったとしても夜遅くまで話し合って、それでみんなでそういう決断をできる環境っていうのがすごく僕は幸せで、なおかつこんだけ素敵なメンバーとこんな大勢の
皆さんの前で公演できるっていうのが本当に幸せなことだなと思ってます。で、娘はもちろん今も大事なんですけども、今後もすごく大事になってくると思います。なんか何つったらいいのかな、ニコニコ動画でなんかこういうこと言うとなんか夢見てんじゃねえよとか言われちゃうかもしれないんですけど、僕はこの仕事とその娘の両立が難しいからこそ今回その兄ちゃんがこういう決断をしたっていう部分っていうのもあるんですけど、今後本当にみんなが言ってるように中野サンブラザーだったりとかみんなでこの娘の10人で支え合えることのできる人生が送れたらすごくいいなと思いますんで、その時にはこの娘メンバー10人そして兄ちゃんも迎えて、ほんでずっと陰で支えてくれてたアスだったりとか先生だったりとか、あとはヤト君だったりとか、あとは ADS のメンバーだったりスタッフのメンバーだったりとか、あとはもうほんまに娘に関わって本当に助けてくださった皆さんと一緒に、もちろん皆様ですねと一緒に中野サンプラザに生きていきますはい、なので皆さんもぜひとも応援の方よろしくお願いいたします。なんかうまいことまとまらなかったな。ありがとうございました。はい超ウケるんですけど今回その兄ちゃんがその活動をやめるっていう話を聞いた時に、その娘だけじゃなくってなんか兄ちゃんっていうものにピリオドを打つっていうことを決めたっていう話を聞いた時に、僕初めてだったんですね。めっちゃ仲のいい異行動を通じて知り合った人が本当に兄ちゃんっていう存在が消えちゃうんだっていうふうに考えると、本当になんていうんやろ、怖かったし寂しかったし考えられなくって、で今日メロディーラインを明日交えてアスプニで踊ったんですけど、アスプニは僕すごい思い入れのあるグループで、初めてイベントに出させてもらったのがダンマス2で、アスプリゆめちゃんで3人でダンマスのオープニングの歌えられる3人で手つないで泣いたなとか、で僕らの3人のオリジナルの振り付けがダンマス4で僕らが3人が中心になって踊れたりとかして、兄ちゃんはさっき文ちゃんにここまで連れてきてもらったみたいなことを言ってくれたんですけど、そうじゃなくって兄ちゃんじゃないとダメやったし、兄ちゃんがそこで誰かが違う人やったら僕はここじゃなかったらここにいないと思うから、じゃあ本当にありがとう照れくさいで大阪公演、娘の大阪公演の時に兄ちゃんが僕のために泣いてくれたんですね。で僕の夢がこうやって男だけでハロプロをカバーするグループを作ることが夢だった。で一員として関わることができて、文ちゃんの夢にちょっとでも関われることができて、僕はすごい嬉しかったっていう話をしてくれたんですね。だから今度は逆に兄ちゃんの夢である仲間サンプラザでみんなで踊るっていうことを逆に僕は絶対叶えてあげたいなっていうふうに思いました。でそのためにはきっといろんなことを頑張らないとダメだけど、でもみんなでいろいろ話してる時にやっぱ兄ちゃんを迎えに行くっていうことを考えたら絶対頑張れるよねっていう話を本当にしたので、中野サンプラザで兄ちゃん揃って雰囲気ができるように頑張りたいなって思いました。ちょっと時間かかるかもしれんけど待っててね今日は本当にありがとうございました。僕は本当に踊ることが苦手で、正直このツアーをしてる時は本当にいろんな
辛いことがあって、仕事がすごく忙しくなっちゃって、さっき兄ちゃんが同じ境遇ってことを僕と、同じ境遇があっていうようなことを、言ってくれてたんですけど、で何回ただでさえ練習する時間もないのにみんなが練習してる時も僕一人だけ行けなかったりすることもあったし、ただでさえ練習する時間がないのに練習しても全然踊りが覚えられないし、やっとみんなと一緒に練習できると思って、みんなの練習してる場所に行ったら全然僕の覚えてきたものとは全然違うところまで進んでて全然ついていけなくて、それがすごく怖かったし辛い思いをずっとしてたんですよね。でもう僕もずっと考えてて、もうこのツアーが終わったら一区切りつけてしまおうかなと思って、なんかもうどんどん娘のみんなから見放されていっている気がしててそれがすごく嫌で、だったらもう一区切りつけた方がいいんじゃないかってずっと思ってたんですけど、でもそんな時に兄ちゃんの話があって、自分はなんてくだらないことで悩んでたんだろうと思って、兄ちゃんはこんなにやりたいのにできなくて、で僕は何うじうじしたいんだろうって、ただでさえ年上なのにと思っていてだから僕は笑顔でいることだけが取り柄の人間なので、ずっと笑顔で変わらない笑顔で兄ちゃんを迎えることができればなと思っています。その時まで皆さんも一緒に応援してください。ありがとうございました。